あなたには忘れられないプレゼントがありますか？遡ること5年前の2017年3月29日、韓国の首都ソウルの駅で2人の女性が待ち合わせをしていました。やってきた1人の女性は待っていた女性に対してあるものを差し出します。包装紙に包まれたそれはプレゼントのようです。駅で彼女たちの姿を見かけた人たちは仲のいい友人に贈り物をする心温まるシーンに見えたかもしれません。しかしプレゼントの中身はそんな人々のイメージから遠くかけ離れたものでした。なんと包み紙の中身は子供の指だったんです。一人の女性による猟奇的殺人事件。彼女はなぜ幼い子供の命を奪い、遺体の一部を友人に渡したのか。不可解な事件が韓国社会に残したのは日常を脅かす恐怖でした。おっそす、闇っ子に無理やり飲まされるのも嫌だよ、ケンちゃんです。何の印象操作だった？あなたが私にくれたもの、濃ゆいブルーのワンピース、闇やみこです。宇宙人だから大人って概念があるのかわからんですけれども、コールとかやめた方がいいマジで。しっぽり飲みたいのマッポリって言った。本日皆様にご紹介するのは韓国のインチョンで起こった小学生女児の殺人事件です。まだ小学生ってそんな子が殺人される、ほんと胸くそな事件じゃないのよ。子供が襲われてしまったっていうのももう胸くそ悪い事件なんですけど、さらに不可解な点、嫌なところで言うと、その犯人がなぜ小学生を殺したのかっていうね、理由がちょっとわかんないっていうね。めちゃくちゃ不気味じゃない？僕はね、この事件を知った時にね、もう訳がわかんないっていうのが正直なね、気持ちだったんですけど、この残酷な事件っていうのは、お昼の平和な公園から始まったんです。昼中の犯行。遡ること5年前の2017年3月29日、韓国インチョン広域市の新興住宅地が今回の舞台。この町に暮らす一人の母親が自宅で娘の帰りを待っていました。娘の A ちゃんは当時8歳。韓国の学校では3月に進級するため、 A ちゃんは小学2年生になったばかりの女の子でした。おかしいわね。その日、母親は何度も家の時計を確認していた。時計の針は昼の12時過ぎを指している。彼女が落ち着かない理由は娘がなかなか帰ってこないためだった。その日の学校は午前中で終わる予定だった。昼過ぎになっても帰らない娘を心配し、いても立ってもいられなくなった母親は自宅の周辺を見て回った。そして母親は近所の公園であるものを発見する。これは公園のベンチの上に置かれていたのは A ちゃんのカバンだった。カバンだけ？そうなんです。周辺には A ちゃんの姿はなかったんです。いやいや、ほんといなくなった瞬間のお母さんの気持ち想像するとさ、冷や汗出るわよ、これもう。もうでも俺らじゃ想像もできないですけど、まあ当たり前ですけど、お母さんね、その後、そこら中をね、探してたんですよ。A ちゃんを見つけるために。友達の家にいるのかもしれないわ。あの子そこで眠ってしまったのかもしれない。母親は自らにそう言い聞かせながら探し回りましたが、 A ちゃんを見つけることはできませんでした。夕方4時頃、母親から警察に通報。付近の住民たちも手伝って本格的な捜索が始まったんです。そして次第に A ちゃんの足取りが明らかになっていきました。 A ちゃんを目撃した同級生によると、12時過ぎに A ちゃんは自宅に向かって帰っていったとのこと。しかしその途中で公園により中年の女性に話しかけていたというんです。同級生曰く2人は顔見知りのように見えていたそうなんです。 A ちゃんは女性に対しこう話していました。携帯電話を貸してくれませんか。聞き込みや監視カメラ映像の解析により A ちゃんとその女性は自宅近くのマンションに入ったことが分かりました。エレベーターの監視カメラに映る女性は黒い洋服にサングラスをかけ、キャリーバッグを携えて A ちゃんと並んでいました。そして2人が13階を降りる姿が確認されたんです。警察はすぐさまこのマンションで捜索を開始。その結果 A ちゃんが発見された場所はなんと屋上の給水タンクの中だったんです。A ちゃんの遺体は切断され、ビニール袋に入れられた状態でマンションの屋上の給水タンクの中に遺棄されていました。このマンションの中で殺害されたとみて間違いありません。警察は例の中年女性が降りた13階を中心に一つ一つの世帯を訪問し捜査しました。犯人にたどり着くまでに長い時間はかかりませんでした。その日のうちに15階の世帯の一室から殺害された A ちゃんの持ち物が見つかったんです。犯行が残酷すぎてさ、もう人の心なんて絶対持ち合わせてないじゃないのよ。結局この犯人が監視カメラに映ってた中年女性で15階住んでて、その子が A ちゃんを連れ込んで殺したってことでしょ。そこなんですけれども、警察がね、目撃証言とか監視カメラの映像から、その中年女性が犯人だと勘違いしてたんです。実は僕たちね、警察含めてね、騙されてたんです。どういうこと？犯人の正体。
事件から8日後の4月6日、警察は犯人を逮捕しました。そしてその犯人の姿に韓国中に衝撃が走ったんです。なぜなら犯人は17歳の少女だったから。逮捕されたのは家族と共にマンションの15階に暮らす少女 K。少女 K は母親の服やサングラスを身につけ変装していたんです。平和な住宅街の中で付近の住民、しかも未成年の少女によって殺人事件が起こされたことに人々は驚きと恐怖を隠せませんでした。怨恨でもお金目当てでもストーカーでもない。彼女はなぜこんなむごいことをしたんだ。特に幼い子供を育てる保護者たちに与えた衝撃は大きく、犯行の動機に注目が集まりました。そんな中、少女 K は犯行の理由をこう語ったんです。あの子が猫をいじめたからカッとなって殺した。猫ちゃんが理由なの？少女 K のね、家にはね、飼い猫がいたんですけど、少女 K の証言によるとですね、A 子ちゃんがね、猫をいじめたから、カッとなって衝動的に殺したってね、言うんですけれど、この証言なんですけど、辻褄が合わないことが多すぎるんです。警察の取り調べを受ける少女 K。彼女は事件当時を振り返ってこう話した。A ちゃんが携帯電話を貸してほしいって声をかけてきたんです。貸してあげようと思ったけど充電が切れていて、だからうちで充電した後に使わせてあげるよって話をして一緒に家に帰りました。そしたら A ちゃんがうちの猫をいじめるからカッとなって。この主張は A ちゃんの同級生の目撃証言とも一致しているように思える。が、警察は少女 K の携帯を見て愕然とした。携帯の検索履歴に残っていたのは小学校の下校時間。めちゃくちゃ計画的じゃないのよ、これ。そうなんです。少女 K はですね、小学生たちが下校する公園で待ち伏せしてたんです。いや、怖いわね。犯行の計画性を伺わせる点はこれだけではありませんでした。 A ちゃんとマンションに入った少女 K はエレベーター内の監視カメラを警戒。自宅を特定されるかもしれない。そう考えた彼女はエレベーターを13階まで降り、自宅の15階まで階段で上がっていったんです。その後 A ちゃんを部屋の中に連れ込み、スマートフォンの充電ケーブルで首を絞めて殺害。少女 K は動かなくなった A ちゃんの体を浴室に運び、自宅にあった包丁で切断しました。そして少女 K は犯行後の後処理にも余念がありませんでした。家族が帰った時に気づかれないよう浴室を徹底的に磨き上げ、臓器は生ゴミに。その後少女 K はマンションの屋上に向かうと息を切らしながら数メートルのはしごを登りました。その先にある給水タンクの中に遺体を沈めるため。犯行に要した時間は約2時間。母親の服を脱ぎ捨て服装を変えると、監視カメラに映る姿も先ほどとは別人のようでした。このようにしながら少女 K は夕方4時頃にはマンションを後にするんです。あまりにも手際が良すぎるんじゃないの？そこなんですよ、まさに。あまりにも犯行がね、計画的、迅速。しかもその後平気でね、お出かけまでしてるんですよ。逃亡したってこと？逃亡じゃないです。ただのお出かけなんです。いや、ずぶとすぎない？ちょっと。なんか理由があってそうしたとしてもですよ。動揺するもんよね、普通。そしてですね、その外出にはね、もう一人の重要人物が関係していたんです。共犯者の存在。少女 K は犯行直後に外出し、電車でソウルに向かいました。駅である人物と待ち合わせをしていたんです。実は少女 K が捕まった当初から警察ではこんな声が上がっていました。17歳の少女が一人でこんなおぞましい事件を起こせるわけがない。誰か共犯者がいるはずだ。捜査の末、警察はついに少女 K と待ち合わせをしていた人物にたどり着くんです。その人物とは19歳の女性 P。またしても未成年の若い女性だったんです。この二人どうやって知り合ったの？今の我々にとっては割と身近なあれなんです。少女 K と女性 P が出会ったのはネットゲームのコミュニティでした。このコミュニティの特徴は SF や中世などいくつかある世界観の中から好きなものを選んでロールプレイングゲームができるところ。その中でも厳しい年齢制限が設けられているのがゴアというジャンル。ゴアのロールプレイには流血を伴う障害や殺人が含まれるため、韓国の成人年齢である19歳以下は参加できないんです。しかし少女 K は年齢をごまかしてゴアに参加。過激なロールプレイングゲームに没頭していました。ゴアの中で出会った少女 K と女性 Pはいつしか頻繁に連絡を取るように。少女 K は不登校の末に高校を中退していたので、年が近くて気の合う女性 P の存在が次第に大きくなっていったんです。少女 K は犯行前に女性 P に連絡を取り、こう伝えたと言います。彼に言ってくる。この言葉に対し女性 P はこう答えました。じゃあ戦利品をちょうだい。少女 K が A ちゃんを殺害した日の夕方、二人は約束通り駅で落ち合いました。そして少女 K は女性 P に対しあるものを手渡します。駅で彼女たちの姿を見かけた人たちには、仲のいい友人に贈り物をする心温まるシーンに見えたかもしれません。しかしプレゼントの中身はそんな人々のイメージからは遠くかけ離れたものでした。包装紙に包まれたそれは
A ちゃんの指でした。少女 K にとっての戦利品は A ちゃんの遺体の一部だったんです。K はゲームの延長線上で殺人を犯したと。しかも女性の P も戦利品が欲しくてってめちゃくちゃそそのかしてんじゃないの。そうもね、考えられますよね。ただね、犯行に関係する2人が明らかになってもなお、この事件には謎が多すぎるんです。真相は闇の中。A ちゃんの葬儀も終わった4月の中旬、女性 P も事件の共犯者として逮捕されました。犯人が両方逮捕されたことで犯行の動機や経緯が明らかになると思いきや、なんと2人の言い分が対立。女性 P は少女 K の言動についてこう語っています。あくまで単なるロールプレイだと思っていました。だから包み紙の中身を見た時は驚いて捨ててしまいました。これに対し少女 K は激しく反論。女性 P に殺人を強要されました。学校ではいじめられていたから友達もいなくて、彼女との関係を保ちたくて仕方なく殺したんです。後半では反省するどころか裁判官や検察を睨みつける少女 K の姿に傍聴席も騒然としていました。そんな2人に下された判決は少女 K に懲役20年、女性 P に懲役13年、さらに少女 K には位置追跡電子装置の装着が命じられました。位置電子追跡装置っていうのは結局 GPS でしょ。まあそうと思います。実は韓国には再犯の恐れがある犯罪者に対して GPS を義務付けることができる法律があるんです。何それ。というわけで本日のメトラキーワード、位置追跡電子装置装着法について。長えな。韓国で2007年に成立した制度、 GPS を利用して再犯の恐れがある凶悪犯を電子的に監視することが目的。性的暴行犯などを対象に GPS 付きアンクレットを装着させることで再犯率を大幅に減少させているんです。裁判所は少女 K に対し30年の GPS 装着を命令しました。女性 P にも装着命令をしてほしいという請求もあったんですが、こちらは再犯の危険性が認められないと棄却されています。これさ、日本でもやらないの？韓国とかね、アメリカでは導入されてるんですけど、日本ではですね、出所者のね、人権問題っていうところがね、あるんで、検討中というね、段階なんですよ。さてね、少女 K と女性 P、それぞれのね、判決内容の違いっていうところからも分かるようにね、結局なんで女性 P がね、殺人を指示したのかっていうのをね、分かってないんですよ。少女 K は殺人を実況中継するように女性 P にメッセージを送ったと主張しました。しかし裁判所が確認した当日のメッセージのやり取りは普段の内容と大きくは変わらず、犯行内容を具体的に議論した痕跡もありませんでした。また少女 K は自身の心の病を訴え、自分は多重人格でもう一つの人格が殺人を犯したと発言。これも女性 P が主導したわけではないと判断する材料になったようなんです。それでも女性 P に K を下したのは少女 K とのこんなやり取りがあったから。犯行日の朝、少女 K は女性 P に対し狩りに出るとメッセージを送っています。その時少女 K は母親の服で変装した自撮り写真も送信していました。これに対し女性 P はこう返信しました。綺麗だよ。いやもう止めなさいよ。このようにね、少女 K が現実世界でね、行動を起こそうとしているのに、それをあたかも応援するかのような言葉をね、かけてしまったとのことがね、問題視されたんです。また女性 P は A ちゃんの指を受け取った後も通報せず、少女 K と食事や街歩きを続けていたんですが、こうした振る舞いが犯行を精神的に後押ししたとする殺人幇助罪になると判断されました。この事件は今年の2月に Netflix オリジナルの韓国ドラマ未成年裁判の題材にもなるほどドラマ化されたことで、若者によって引き起こされた残忍な犯行に改めて注目が集まっています。17歳の少女を駆り立てたのは流血への好奇心だったのか、それとも友人への執着だったのか。というわけでね、ヤミコさん、なんとですね、90万人突破しました。ついにね、100万人もね、見えてきましたよ。皆さんのおかげで。そこのね、あなたのおかげですよ。学校の人に教えてましたとか、職場の人と一緒に見てますってコメントも、本当にみんなのおかげよ。90万人いったとて100万人いったとってね、変わんねえよな。別に動画が大きく変わるとかじゃないけどね。まあ大きく進化はしたいんですけど、これからも皆さんね、アルゴメトリよろしくお願いします。応援してね。